YouTube を始めてから早3年、季節は巡り、青年は学生から社会人、社会人からフリーターになろうとしていた。立場や環境が変われば、考えや道徳観も変わり、精神の幹は日に日に摩耗していく。いずれはアイデンティティそのものを失うことになるかもしれない。それでも、たとえそうだとしても、彼の中には唯一、永遠に変わらないものがある。私はそう信じている。それは、自分自身を育ててくれたケンタッキーフライドチキンへの限りなく大きな恩、感謝、そして愛である。これまでの、そして前回のあらすじをさっと語ろう。2019年のチャレンジでシンクロ率 70% まで到達し、いよいよゴールも目前かと思われたが、そこにはがむしゃらな努力だけではどうしても越えられない壁があった。己に限界を感じ、悩みに悩み抜いた私は2020年、ついにチキンの性質を5つに切り分け、それぞれを打破する計画を練るに至った。時には捕獲レベル28のハーブドルを捕まえて解体し、時には致死量に等しい油を浴びるように飲み、時には夜な夜な民家を襲撃し、背中から椎間板を抜き取るなど悪用を重ねながら真に迫り、そしてついに残る課題はただ一つ、最後にして最大の壁、スパイスの配合のみとなった。ケンタッキーシリーズ最終章後編、刮目せよ。The sun shines bright in my old Kentucky home. 'Tis summer, the people are gay. The corn tops ripe and the meadows in the bloom, while the birds make music all the day.それではまず、世の中に幾千幾万たるレシピの中から信憑性の高い3つの情報をもとに真実を探っていくことにします。その1、11種類のハーブ&スパイス。こちら公式が明言している言葉です。そしてこれは KFC の公式ホームページより拝借した画像ですが、ここに写っているのはローズマリー、白胡椒、黒胡椒、セージ、ニンニク、ピンクペッパーになります。これくらいなら私でもわかりますが、ローズマリーとピンクペッパーは本当に入ってるんでしょうか？今まで考えもしませんでしたが。でも公式が挙げてるし、使ってないスパイス散らかすなんてどこぞのしかやらない修行だし、その1で激しく困惑する形になりました。その2、謎に包まれたナプキン。2017年の第1弾でも触れましたが、KFC では一部店舗でこのようなナプキンが使用されています。彼の笑みが大変に挑発的に見えるのは私だけでしょうか。とはいえスパイスに造形が深くない私には特定が正直難しいので、今回は代打で私が入ることにしましたよ。コラボになります。ただ散歩さんよ血ろしくお願いしまのみ子の時す。からチャイ飲んでた私にはこんなのめっちゃ簡単だよね。じゃあね、右上から行くけど、オレガノ、ユバーバントゥーメン、ニューカンクセック、ベゼル、キンタマ、ラビットのウント、セージ、メイドラム、ジャコネコのウント、コリアンダー、and カーネルサンダース。かわいいハートで。ということで、ご覧の通り、ここで11種類のハーブ&スパイスが書かれているわけですよ。そしてその3、幻のリークレシピ。こちらはアメリカの情報誌シカゴトリビューンがサンダースの2番目の夫人アント・クラウディアさんのアルバムを調べていた際に見つかったレシピです。有識者たちによると KFC の元となるサンダースカフェにて使用されたとのことですが、見ての通りここで新たにセロリソルト、ドライマスタード、パプリカという新キャラが出てきました。もう訳が分かりません。とはいえお気づきでしょうか、このレシピには一つ問題がありますね。そうです、一番の塩です。11種類のハーブ&スパイスの中に塩を含めるというのは正直無理があるでしょう。となると誰が嘘をついているんだ。この不安定な前提条件をもとに、私は過去の膨大な経験及び私以前にこのチャレンジをして散っていった愛すべき先人たち、通称バカのレシピを引用しながらスパイス&ハーブの特定を進めた。来る日も来る日もスパイスを皿に盛ってはすりつぶし、カレーを作る日々。いつの間にか目的を見失い、とりあえず朝布団から起きたらスパイスを舐める状態に陥った。本シリーズをやるたびに起こるこの発作にケンタッキー症候群という名前をつけたい。そして約3ヶ月後のことだ。その時はいつも突然にやってくる。視聴者諸君には改めて言いたい。これはあくまで私が思うレシピだ。決してどこからかくすねてきたわけでもなく、
100% 同じスパイス&ハーブを使っているとも言わない。ただこの3年間で私はここにたどり着いた。それだけだ。あとはこれまで培ってきた知識を反映させていくだけだ。薄力粉と中力粉5対1のブレンド粉に先ほどのスパイス&ハーブパウダーを入れ、しっかりと混ぜていく。そして鶏肉の部位を軽く MED 液につけ、粉を十二分にしっかりとまぶす。チキンが焦げないよう油は140度から徐々に上げていく。ということで、こっちがオリジナルチキンですね。ちょっと皮剥がれちゃってますけど。で、今揚げたてのやつです。これはもう色だけ見たらね、ほぼ同じというか全く見分けがつかないですね。色だけ見れば。ちょっと熱すぎると思うんですけど、いただきます。若干生焼けですね。ご覧の通り若干生焼けです。この企画から1秒でも早く逃れたいという思いから必死に若干という言葉を多用し、なんとか成功事例にしようとしているが、これは生焼けではなく生である。今度はもう少し低温調理の時間を延ばしてみる。で、他のも同様にあんまりはたかずにいきます。はい、今だいたい2分ぐらい経ちました。色的にはいい感じなんで、最後に、温度を180度ぐらいまで一気に上げて、カラッとした状態で、取り出します。ということで、130度で2分半、180度で30秒ぐらいの唐揚げです。フライドチキンです。素晴らしい。素晴らしいですけど、若干ちょっとべちょべちょしすぎですね。この男はまた嘘をついた。とはいえどうか責めないでほしい。何十何百と上げていると気持ちがチキンに追い込まれて頭がパーになっていくのだ。はい、 OK です。じゃあ行きましょう。よーく粉つけて、あんまりはたかずに入れていきます。次は180度の時間を延ばしていく。はい、今だいたいこれで3分弱ですかね。いい感じですね。はい、ということで随分と長旅となりましたが、ここまで来れたことを、大変嬉しく思います。じゃあ最後にね、食べていきましょう。前回よりは確実に近づきました。確実にというか、ケンタッキー買ってきたよって言われて、これ出されてもね、文句は言わないです。勘のいいお前らならすぐにお分かりになったと思うが、あくまで食べた人は文句を言わないだけであって、違和感や不満を抱くことに違いはない。個人的な感覚だとこの時点で約 85% ほどの再現度になった。おそらくこれが皆様のご家庭で調理する際の極致になる。何十と異なるパターンで揚げてみたが、これ以上似せるためには結局カレーを使うしかなかった。圧力鍋は文字通り内部の圧力と沸点を上げることで素材を短時間で柔らかく仕上げることのできる優れものです。 KFC でも当然のように圧力鍋が使用されていますが、家庭用となるとどのメーカーでも多量の油を使用した調理は禁止されています。ノズルやパッキンをきちんとメンテナンスしていなければ蓋が吹っ飛ぶ可能性もありますし、蒸気口から200度近い油が吹き出ることもあります。それが人類の皮膚にかかればどうなるのかは想像に難くないでしょう。一度の好奇心で永遠に消えない傷を背負うことになります。ですから皆様には決してこの行為を真似しないでほしいということを再度伝えておきます。
なんかこう匂い、外側から感じる匂いは正直スパイスが固まっちゃってるんで、前回の炭になった経験を生かし、今回は低圧で約6分揚げてみたが、やはり表面は焦げ固まり、香りも消えてしまった。本家様は最高185度で15分間揚げているというが、そんなことをしたら普通は炭になってしまう。ということであれこれ考えた結果、次はチキンが凍らないギリギリまで冷やし、高圧で7分、その後に3分、合計10分間揚げていくことにする。はい、圧かかりました。はい、約3分経ちました。圧抜いていきます。怖っ。お、いい感じですね。色はすごいいい感じです。これでだいたい余熱で3分ぐらい通していきます。はい、じゃあ揚げていきます。重すぎて上がんないですね、これ。はい、ということで一番最後に適当に作ったやつが一番再現度の高いチキンになりました。この薄い皮膜に黒いね、こうスパイスの点々と、さらにこう細かく見ていくとこう粉粒がたくさんついてるんですけど、その色のりも非常に近いかなと、本物に。素晴らしい。ということでいただいていきましょう。うまい。